頭さん、心さん、体さんの研究、渡辺チャーミン倉庫。躁うつ病のうつの時の自分の状態が頭、心、体でバラバラなのに気づき、それぞれに気を配る研究を続けてきました。皆さんに伝える方法を仲間に相談すると、紙芝居がいいよと助言をもらい、作る中で一つの典型的なうつのパターンが見えてきました。あるところに頭さんと心さんと体さんがおったそうな。頭さんはいつもチャミコのそばにおって、頭さん、チャミコはね、こんな風に生きていきたいの。それならこれはこうしたらいいね。あと、こんな工夫もできるよ。頭さんはいつもチャミコの理解者であった。やっぱり頭さんはチャミコのいい相棒だな。二人はいつもこんな風に対話をしておった。ところが、もうできない。心さんどうしたの？もう疲れたの。頭さんだけとお話しして生活をしていると、やりたいことの多いチャミコはつい無理をします。頭さんは平気なのですが、だんだん心さんはついていけなくなるのです。こんなにできない。もうしんどいよ。そんな時、頭さんは、いや、うまくやりくりするから、というのです。本当？心さんは頭さんの言葉を最初は信じます。頭さんは予定を立て直し始めます。けれど一度入れた予定を変えるのは一苦労。ああ、困った。うまくいかない。しんどい。心さん、ちょっと黙っていてくれないかな。するとその時、何かが近くにいる気配がします。この感じは、体さん。体さんは何も言わずにその場にズドーンとしています。体さん、もしかしてご機嫌斜めですか？体さんは何も答えないけれど、ズドーンとした何かを感じます。体が動かなくなってきた。やばい。体さんにかなうやつはこの中にいないんだよな。体さんのご機嫌を取らなくっちゃ。じゃあ、一旦休止。こうしてチャミコはいつもの何もできない状態になるのであった。私にはいろんな鬱がやってきますが、黄金のパターンはこんな感じです。私は目いっぱい予定を入れて、だんだんその予定がこなせるか不安になり、そのうち動きすぎで体が動かなくなってくる。それが頭さん、心さん、体さんに分けて自分の状態を見ていくうちに分かってきました。それで最初は体さんを感じようと感覚に気をつけました。が、頭さんが何かに夢中になると体さんとのつながりはどうしても切れがちです。また頭さんはあまり体さんの感覚を感じたくはないのです。だって疲れを感じてしまうとやりたいことができなくなってしまうから。なので頭さんの暴走、心さんの悲鳴、体さんの急ブレーキがいつもワンセット。ただこの頭さん、心さん、体さんを分けて感じ取るのはうまくなっていきました。それは気づいた時に報告できる仲間がいたからです。LINE 報告グループフクロウ研究会の唯一の会員タチ君に感謝。彼との研究から動かなくなった体さんが食べ物を思い浮かべると動く気になること、温かい飲み物が好きなことなどが分かりました。大事にする優先順位も体さん、心さん、頭さんの順にした方がいいことも分かりました。ただ最近、体さん以上に心さんの重要性も分かってきたところです。体さんの主な要求は、何もしたくない、ゴロゴロしていたい、何か食べると嬉しい、お風呂に入ると気持ちいいなんですが、心さんのコンディションで疲れているのに動けたり、疲れてもないのに動く気がしなくなるということも分かってきました。体さんとつながり、疲れがピークになる前に休むことができたので、心さんの影響が分かるようになってきたのかも。体さんとつながると不意に動けなくなることが出てきますが、今までは体とのつながりを切って無理に歩いていました。今はそのまま近くのベンチに座ってしまいます。先日はついにそこから動けなくなりましたが、タッチ君に SOS を出し、駅まで迎えに来てもらって、デイケアのあるクリニックまで連れて行ってもらいました。最近は体さんが動かなくなる前の心さんのしんどいよという感覚にも対応。お金を使ったり行動しすぎると
心さんは、怖いよ、しんどいよ、またできなくなるよ。と立ち止まります。その時は、湯浅の情報公開をしてやると、頭さんの立てた無謀な予定を周りに喋って相談に乗ってもらいます。奈良に住んでいた時は、やりすぎないようにと行動をセーブしていたんですが、北海道に来てからは、主治医も LINE でつながってくれているスタッフも、やりたいことをやるのはいいけど、やり方が大事だよと、アクセルとブレーキを両方使うような躁うつ病の人間には難しい方法を伝えてくれます。けれど、それこそが当事者研究の病気は治すよりも生かすだなと思います。やりたいことをたくさんするために、頭さん、心さん、体さんが悲鳴を上げずにやりたいことをやれる方法をこれからも探っていきたいです。ありがとうございました。